はいどうも料理人 VTuber の赤美人でございます。ということでね、今回の台所革命の方はこちら、はい焦がしバターでございます。でこちらの焦がしバター、皆さんねやっぱりこのバター独特のね香ばしい香り最高ですよね。でもそんな香りをですねさらに爆技で爆発的にさせるっていうなんて技があったらいかがでございますかね。今回はね、以前やりましたこちら、狂気シリーズ、ニンニクのね、狂気じみたお話をさせていただきましたけども、今回はそのバター版という形でお話しさせていただきたいなと思います。ではね、早速作り方の方行ってみたいなと思いますので、皆さんのグラフィックボードの方をインフィニティにします。じゃあ言いますよ。せーの、ドン。はい、これからね、焦がしバターソースを作ります。2つの焦がしバターを作ります。で、その際にルールとして、こちらの板パセとケッパーは外させていただきます。で、そのね、焦がしバターソースなんですけども、このバター 100g と、あと、こちらレモン汁、フレッシュのもの 15g で、用意してます。2つのソースを作りますので、そちらを比較対象していきます。では、行ってみましょう。はい、では、焦がしバター作っていきます。できれば鍋はこういったねステンレスのもので、焦げる色合いがですね見れるものの方が好ましいですね。テフロンパンとかでやるとなかなかちょっと見づらいかなっていうのがありますので、こういったねステンレスタイプのものをおすすめいたします。で、まずね火はちょっと弱めで、中火ぐらいでまずバターを溶かして様子を見ましょう。レモン汁はすぐにいけるように、すぐね近くに置いてスタンバっておいてください。こうやってね鍋を揺らしてバターを溶かしていきます。ではねここからはノーカットで、色をつけてレモン汁を入れるまで、お見せいたしますのでご覧ください。時折ねこうやって揺らしてあげて、一極集中で焦げたりしないようにだけ気をつけてください。始まってきましたね。そろそろ泡が大きくなってきます。で香りもね出始めてきてますね。でここでね揺らしてあげます。そうするとだんだんちょっとずつですねこの泡が大きくなっていくんですね。でここでもう一回揺らしてあげると小さくなっていきます。この状態ですね。でここで一度色をしっかり鍋底の色を見て判断して、でレモン汁を入れます。この時にすごいいい香りがしていればもうレモン汁は投入しちゃって OK ですね。だいたいこの色です。で温度を下げていくんですけども、この時火から少し離してあげてください。コンロの火を調節するよりも鍋自体を上に持っていくなり横にずらすなりして温度調整した方がやりやすいですね。どうしてもすぐ焦げてしまうものになりますので、ここはねそういった温度調整の仕方の方がやりやすいです。でこんな感じで仕上がってれば OK ですね。ではそれをこちらに移して置いておきます。こちらがね通常のやり方です。ではバグ技の方をお見せいたします。ではねここも同じように溶かしていきます。でいよいよ始まるよっていうところですね。始まる手前まで来ましたね。で揺らしてあげて大きな泡になってきました。で色づき始めてますのでここで軽く揺らしてあげましょう。でそうすると泡が小さくなってきます。ここですね。でこのタイミングで入れるのはこちら脱脂粉乳です。よーくねダマにならないように細かく振るってあげて一気に攪拌します。ここが大事です。一気に攪拌してあげてください。で攪拌しまして色を見て、で香りと色が OK であればレモン汁を入れます。
で、私はね、一旦火を止めました。これはですね、焦げやすい成分が一気に入りましたので、一度ここでね、温度を火を止めて温度調節してます。で、こうやってね、揺すってあげて、できるだけダマがないように今、攪拌してます。ホイッパー使っていただいても結構です。だいぶね、最初のダマもなくなって、均一にいきましたね。で、これを同じように移します。こんな感じですね。では、比較します。こちら一番最初に作った方ですね。はい。で、こちらの焦げ茶色のもの、こちらですね、フランス語でセディマンって言います。檻とかっていう意味なんですけども、まずこのね、セディマンの量を見ていただければ。で、こちらが、2回目にやった爆発の方ですね。もうセディマンの量が全然違うんですね。こちらがですね、もう香り爆発の元になってますので、この量が単純に多いっていうことですよね。で、油自体もすごい焦げてるっていうわけではありません。単純にセディマンの量が増えて、ですね、一気に香りが爆発しているっていうところですね。で、こういったね、焦がしバターなんですけども、実は冷蔵冷凍保存ができます。パティシエの方はね、常にやっていることだとは思うんですけども、こういう風にね、氷水にボウルに当てて冷やしながらやっていくと、だんだんですね、固まってくるんですよね。こんな感じになってきます。で、それをもっとね、均一化させるのに、ちょっとね、ホイッパーで混ぜてっていう感じですね。で、これをタッパーもしくは真空パックにして、保存したりしているっていうのがパティシエさんですね。だからパティシエさんの場合はこのね動画のようにレモン汁は入れません。お菓子用ですのでね、純粋なブールノワゼットとして保存してますね。はい、ではね、じゃあ実際にソースに仕上げるところお見せします。ケッパー、レモン汁ですね。そしてこちらトマトと板パセご用意します。でもちろんね、こちらの脱脂粉乳もこういう風にラップをしてこうやってシェイクできるようにしておくと非常に便利ですね。では一連の流れをお見せします。ではね、同じようにバターに火を入れていきまして、でこちらねよーくシェイクしておきましょう。さあいよいよ始まるっていうところですね。でラップを剥がしてもうスタンバっといてください。さあだんだんね色づき始めてきました。これねぐるっと回してで大きな泡に変わりましたね。でスタンバってこれをぐるっと回すと小さな泡に変わっていきます。でそのタイミングで振っていきます。ここですね。でここで入れていきます。でそうしましたらすぐにホイッパーでよーく攪拌してあげます。この時ものすごい香り出てきますのでね、そこも一つ楽しんでいただけたらなと思います。でここで軽く色をは見たらレモン汁を入れていきましょう。でね、この時に火から離してあげてちょっと様子を見ていきます。いいですね、いい感じですね。で少しねちょっと火を弱めます。でそこにケッパー入れていきます。そしてトマトですね。でよーくならしてあげます。でここでね初めて塩入れて味の調節してあげてください。で私は個人的になんですけども、ここでパセリはまだ入れないですね。で、ドレッセの直前で入れるっていうのが私の中のセオリーになってます。どうしてもねパセリを入れてしまうと色が一気に死んでしまうので、ここはねちょっとシェフによって分かれるところですね。はい、私はイタリアンパセリはもう、ドレッセの直前で入れるっていうのを鉄則にしてます。で今回はねサーモンをね、軽くローストして、ご用意しました。ではねこちらバグワザ焦がしバターいかがでございますでしょうか。
ではね、なぜ、この香りが爆発するのか、そこら辺のね、ご説明なんかも詳しくお話ししたいなと思います。はい、どうもお疲れ様でした。いかがでございますかね。焦がしバターのご説明でございました。でね、ここからは専門的なお話をさせていただきたいなと思いますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。ではね、まず、焦がしバターですね。今回は焦がしバターソースの方で、ちょっとね、進行させていただきましたけども、なぜね、脱脂粉乳を入れたのかっていうところのお話からちょっとね、説明させていただきたいなと思います。はい。で、まずですね、通常のバターには絶対的な限界があるっていうことをまず、ご説明します。で、何が限界なのかというと、まず、2% の壁というものがあります。で、なんぞやって話ですよね。で、これ何が 2% なのかっていう話なんですけども、乳固形分ですね。タンパク質と乳糖が、この、バターの中にはだいたいこの 2% までしか含まれてないっていうことなんですね。ですので、どんだけプロが丁寧にやってもですね、2% 分までの香りしか出ないっていうことなんですね。で、これをじゃあどうするかっていう時に、じゃあそれだったら外からそのね、乳固形分をぶち込みゃいいんじゃねえのっていう単純な発想にはなってはくるんですけども、その時に当然ね出てくるのが脱脂粉乳を、外から入れていくっていうやり方になってきます。当然ね、脱脂粉乳はアミノ酸と等のものになりますので、それを強制的にね、引き上げるっていう技で、ここで、脱脂粉乳を入れているっていうところになります。じゃあなぜ 5% なのかっていうことなんですよね。で、なぜこのバターの重量に対して 5% の、脱脂粉乳という数字に決め込んでいるか。ここにはですね、絶対的な理由があります。で、まず、単純にですね、ここにですね、5% を超えたパウダーをぶち込んでしまうと、飽和しちゃうんですね。飽和してしまって、巨大なですね、ダマが形成されやすいんですよ。ですので、ここは 5% までなんですが、逆に 5% 以下にしてしまうと、ちょっと、このね、旨味の増幅とかですね、クラシックの域をちょっと出ないような、あまりにもちょっと弱いめな、味わいに決まってしまうので、できれば 5% っていう数字は守った方が、経験則として私としてはやっぱり 5% が一番、このね、旨味爆発、香り爆発の技としては黄金比であるなっていうところで、この 5% っていう数字に決め込んでます。で、そしてですね、この 5% の油を入れるタイミングですよね。これがですね、泡がふわ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 っと小さくなったところありますよね。あの瞬間っていうのはなぜあそこに決め込んでるかっていうことなんですけども、あそこのところに今何が起こっているかっていうと、もうあそこのバターの海の中には水分がほぼない状態なんですよ。だいたい 90% 以上がもうほぼ油になってますので、ほぼ水分がもうなくなり始めてますよっていうところですので、小さくなったからすぐ入れるのではなくて、全体的に小さく泡がふわ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 っと出てきたところが一番のピークポイントですね。あそこで、このね 5% のこの脱脂粉乳を入れてあげると、ここでですね、もし水分が残っていると、このね脱脂粉乳というのがすぐ水分を取ってしまうんですよね。ギューッとね吸い込んでしまってダマになるっていうことがあるので、できるだけこのね、細かい泡が全体にいった瞬間に、全体にファーっと入れるような感じで、ダマにね、ならないように、ドボッと入れないで、全体にまぶすような感じで入れてあげて、すぐ、このね、ホイッパーで混ぜてあげるっていうのが、条件になってきます。はい。ここからはね、フランス料理関係者の方々向けのお話っていう感じになりますので、どちらかというと、もしね、興味があったらお聞きいただけたらなと思いますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。ということで、何の話
をしていくかということなんですけども、ブールノワゼットという、ソースというのは厳密にはありません。はい。どういうこっちゃって話なんですけども、ブールノワゼットって、当然ね、皆さん知ってるとは思うんですけど、バターの調理状態を指す言葉であって、厳密には独立したソースの名前はありません。はい。で、このね、ブールノワゼットにレモンとパセリを合わせて仕立てたのが、このね、ソースムニエル。だったりとか、さらに、そこに、ケッパーとかカリカリのクルトンですよね。食感のアクセントを加えた、古典完成形のソースが、ソースクルノーブルですよね。こちらがですね、基本的に、古典でよく言われている、このね、ブールノワゼットからの派生していくソースにはなっていくんですけども、その後ですね、このヌーベル91の時代の時に、この変革の時にですね、プロヴァンスの台頭があって、ソースをね、より軽やかに立体的に味わって、再構築していこうっていう流れが当然あったんですね。で、その過程の中で、このトマトの酸味を加えて、このね、旨味を組み込ませるっていうやり方を取ったりとか、あと、有名なところでは、お醤油をちょっと入れたりとか、ニンニクをちょっと入れたりとか、少しね、バルサミコをなんか入れたり、なんていう形の、この親しみやすい形にどんどん進化していって、その流れでソースブールノワゼットなんていうね、焦がしバターソースっていうような言い方で広く定着していったっていうこのね、流れがあります。ですので、厳密にはないんですけども、今現代のソースとしては、ソースブールノワゼットって言われると、このねトマトが入って、かつね、このケッパーだとか、パセリが入ってっていうような形になります。人によっては、このね、ソースグルノーブルの、この形からトマトを加えてっていうようなバージョンもありますし、逆に、このね、クルトンのないバージョンの形になっていったっていうところがありますよね。はい、ここからはですね、私の予想の話なので、話半分に聞いていただけたら嬉しいんですけども、なんでこんな言葉の混乱が起きてるのかなっては、ちょっとね、自分なりに推測はしてみたんですけども、おそらく、このソースムニエルですよね。これがですね、例えば、現場ですと、その工程を意味するところが結構強いじゃないですか。魚にファリネして、そこからバターでっていう話になってくると思うんですけども、例えば、じゃあ、現場のシェフが、今から、ソースムニエルに、ケッパーとトマトと放り込んで、ソースを仕上げてくれって言うと、ちょっと待って、ソースムニみたいな。多分現場の混乱じゃないかなとか思ってるんですよね。で、そこから、もうだんだんめんどくさくなって、これまでもめんどくさくなってなんていう言い方は良くないかもしれないんですけども、はしょっていって、もうブールノワゼットを作ってくれっていうような多分流れになっていって、ソースブールノワゼットって言って、違う、そうじゃねえや。もうそっちのさ、焦がすやつじゃなくてさ、あれだよ、ソースの方だよ、ソースのブールノワゼット。で、そこからソースブールノワゼットっていう言い方になっていって、現代の形になったんじゃないかななんてね、かなり乱暴なんですけども、私厨房あるあるとしては結構この説意外と濃厚なんじゃないかななんてね、勝手に予想はしてるんですよね。ではね、もう飲食店関係者の方々だったら、いやーもうマジでバター高えよ、どうにかなんねえのってもう皆さん本当にもう思ってるんじゃないかなと思うんですよね。で、そもそもなんでバターこんな高えんだよっていう状態になってます。おそらく一般の、スーパーでも私見てる限りだと数年前から比べてもやっぱ倍近くの値段になってますよね。すごい値上がってるので、じゃあ一体これ何が起きてんですかっていうところの話の時に、よくね、厨房なんかでこうね、話す時に、いや、これはね、多分ね、上のやつらの利権が絡んでるんだとか、いろいろ言う人はいるんですけども、それはですね、あんまり関係ないです。正直言って、そこにはあんまり、価格高騰にはあんまり起因していなくて、実はですね、ちょっと日本独自の生産構造とか、あと、酪農家の危機とか、そこもね、あるんですが、もっと決定的にちょっとですね、このバター、
にフォーカスした話ですると結構大きな問題があったりします。ゆえに値段が上がりますよっていうところで、まず総合的に乳製品が値段上がってますよっていうところの原因のところとしては単純に酪農家さんが非常に危機問題ありますよね。これはもう本当にいろんな問題が出てるので、ここでちょっとご説明するとめちゃくちゃ長くなっちゃうんで、ここは申し訳ないです。一旦ちょっと置いといて、で、ですね、そもそもやっぱりバターの副産物の構造問題っていうのがあるんですね。で、なんのこっちゃっていうことなんですけども、バターがですね、やっぱり牛乳、チーズを作る過程で分離される、乳脂肪分から作られるっていう部分になってくるんですよね。で、日本のですね、需給調整の仕組み上ですね、生産された生乳が最も高く売れるんですよ。飲料用の普通の牛乳ですね。で、これが、当然マーケティング的には優先的に回されます。当たり前ですよね。で、そのためですね、バターがどれだけ需要があるからって言っても、増産しようっていうことには物理的な制限がかかってしまって不可能になるんですよ。で、この生乳の全体量が減れば真っ先にしわ寄せが来るのがこのバターなんですよね。で、それにプラスして物流費、人件費の高騰っていうのもあるんですけども、その流れの中でですね、一体何が起きてるかっていうところのお話をこれからねしていきたいなと思います。で、現在のですね、2026年時点のところで、脱脂粉乳の過剰在庫量ですね。これは流通している、消費流通している在庫じゃなくて、過剰に、在庫として残っている脱脂粉乳がどれぐらいあるかっていうと、だいたい6万トンから7万トンあるそうです。これでも、私聞いた話だと15万トンという話を聞いたんですけども、ちょっと調べたら、一応6万トン、7万トンぐらいの、数字で推移してるって話ですよね。で、これがですね、なんでそんな脱脂粉乳余るんだよっていう話ですよね。では、じゃあここを、バターにフォーカスして話をさせていただくんですけども、じゃあこのバターを作っていくときに何が起こるかっていうと、バターを1キロ作るときに、この脱脂粉乳が2キロ構造的に作られる、副産物として出るっていうことなんですよね。バター1キロ作るのに2キロの脱脂粉乳が生まれるっていうことなんですよ。で、じゃあどっちの方が需要がありますかっていうと当然バターですよね。なので、じゃあバター作ろうぜってなっても、いやいや、ちょっと待って、ちょっと待ってくれみたいな、脱脂粉乳どうすんだよみたいなね、話になっちゃうんですよね。で、かつ、このね、生乳、牛乳チーズの方がどんどん需要があるし、そっちもね、この飲料用の牛乳が優先的に回されるってお話をさっきしましたけども、そうなってくれば全体的にやっぱり生乳の方どんどん行きますから、そうなってくるとバターを作るためのその生産枠っていうのがなくなってくるんですよ。故に、その枠の中で我々は取り合いをするので、当然バターの価格が上がってくるっていう構造なんですよ。なので、よくある、いや、あれはね、絶対利権が絡んでるんだなんていう話ではなくて、そもそもの生産構造のやっぱり問題なんですよね。ここがね、やっぱりちょっと苦しいところだったりはします。はい。はい、ではね、保存のところのお話をさせていただきます。で、今回動画の方はレモン汁を入れて、ホイッパーで攪拌して、で、保存させていただきました。で、ソースの場合は、もしレモン汁を入れてしまった場合は、ああいう風にホイッパーで必ず攪拌してください。で、なぜかというと、もしですね、あのまま冷凍して、ゴムベラで、攪拌して、冷凍して、使った場合に、おそらく水が離水します。はい。ですので、このホイッパーをよーく混ぜ、ホイッパーで空気を含ませてあげると、解凍時に、離水しなくなりますので、そこはね、その点だけ注意してください。ですので、ちょっとね、使い切れなかった分とかっていうところではありかなとは思うんですけども、基本的にですね、ブールノワゼットの冷凍っていうのは、もう水分加えないでください。ですので、もしソース用でやるっていうのであれば、パティシエさんと同じよう
後に、こうね、ブールノワゼット、もう色がついた時点で鍋自体を急冷させてあげて、で、そこから、氷水当てていただいて、ホイッパーで混ぜて空気を含ませて、あとは、真空なりタッパーに入れるなりして冷凍っていう形の方がベストですね。はい。で、ソースにするときですよね。ソースにするときはそれを冷凍のままカットしていただいて、で、溶けていって、で、このね、フレッシュのレモンをその瞬間を見極めて入れていただいてっていうような使い方ですよね。ですので、大量にあるオペレーションでやって、オペレーションのところであれば、上等手段ではあるんですけども、そういったね、やり方もありますよっていうところのご紹介でございました。はい。はい、以上がね、焦がしバターのバグ技のお話でございました。これでね、皆さんも美味しいね、このブールノワゼットが作れるようになりましたので、これを使って、例えば、このね、フィナンシェだったり、ガレット作っていただいたりとか、あとは、焦がしバターソースを作っていただいたり、なんていうね、やり方もありなんじゃないかなと思っておりますので、ぜひぜひ、このね、活用していただければと思います。はい。そしてね、いつもハイプでの応援、そして、皆様の熱いコメント、そしてチャンネル登録、高評価、いつもありがとうございます、本当に。いやーもうね、ほんとびっくりしますね。もう皆さんの熱量ほんと半端ないんで、ちょっとね、コメントでもちらほら出てきたんですけども、コメント内容がやっぱりですね、すごいレベルがすごいことになってきちゃってるので、で、あと、かつですね、ちょっと、私のことを心配されてくださるリスナーさんもいらっしゃって、確かにそれもあるなと思ってます。ただ、ここをですね、ちょっとしばらくはこのままで運用させていただいて、で、将来的に何かしらの形に変えます。はい。その方がおそらくいいんじゃないかなと思っていて、で、ここら辺はちょっと、YouTube の仕様とかをですね、今ちょっと勉強してまして、そこら辺をかなり理解してから、ちょっと実行に移したいなと思っておりますので、またね、その日になりましたら、ちゃんとね、ご説明したいなと思いますので、よろしくお願いいたします。そしてね、引き続き皆様からのハイプでの応援、高評価、チャンネル登録お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。それじゃあね、また皆さん次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。